較思想や比較文化はやっぱり異文化理解とつなぎがありますので、それはもちろんビジネスや国際政治など、グローバル化している社会で非常に大切なものだと思いますけれども、人個人個人にとってやっぱり比較思想などを勉強すれば初めて自分の文化を相対化できるようになると思います。例えばですね、皆さんが大体自分の国が前の100年間で随分変わってきましたという意識があると思いますけれども、他の国もそうと理解している人ではみんなではないかと思いますので、実はですね、自分の文化を他の国の文化と比較すると初めて自分の文化をうまく理解できるようになると思います。でも何よりも大切なのは、比較文化などを勉強すれば面白いっていうことが、より幅広くなると思いますので、いろんなインスピレーションを得るので大切だと思います。皆さん、こんにちは。Hello! 大東文化大学英語学科のモリス・ジョンと申します。よろしくお願いします。今日のタイトルは、比較日本文化ケーススタディで学ぶという話ですね。主に2つの目的があります。一つは、私の研究関心の比較食文化を紹介することで、もう一つは、そういうふうな内容、食文化など比較文化をどういうふうに英語の授業に取り入れるのか、そういうふうなことについて、ぜひ、もしコメントなどいただければ、大変嬉しく思います。授業の改善など、その教育論の研究につなぎますので、いろんなアクティブラーニングの内容確認などを取り入れてますので、それについてぜひアドバイスをお願いしたいと思います。それではスライドをご覧ください。それ一体どういうものでしょうか。タイトルはうどんそば化け物上山ということですけれども、皆さんご存知かと思いますけれども、江戸期には関東の日本人がそばが主に好きでして、関西の日本人は基本的にうどんの方が好きでしたね。今はちょっと別にそうでもないかもしれないですけれども、この絵本は何が似てるだというと、ちょっとウルトラマンなどパワーレンジャーみたいですけれども、うどんの化け物がそばのヒーローたちと戦おうというストーリーですね。子供向けのものですけれども、ちょっと面白いだけですが、どういうふうなことを表現するかというと、地域のライバル意識など、その多様性のことですね。異文化理解の基本の一つは、まずは、異文化の人と会うときに、その国だけを考えるじゃなくて、その出身地などを考えなきゃならないということですね。つまり、外国でも、その地域の多様性などを十分理解しなきゃならないですね。例えば、私はイギリス人ですけれども、北部の出身で、ピーター・ラビットの湖水地方に近いところの出身ですが、結構、ロンドン語と随分違う文化を持っているという意識があります。ですけれども、スペイン人と会ったら、私はイギリス人と相手はスペイン人だけというふうに単純に考えてしまうんですけど、比較文化の研究などをやりたかったら、まずそれから卒業して、地域の特徴などを十分意識しましょうということが大事です。それでは、本日のテーマは、Edo Foods と英語で進めさせていただきます。これは実は、最初のアクティブラーニングのことになるんですが、大体、学生に何か映像を見せて、それから英語でその内容についていろいろ教えてもらいます。So, what can you see in this picture? Anything you know? Well, you can see some water and some buildings and Mount Fuji. And at the bottom, there are many people. It's a very busy place. Where is it? It's a famous place
in Japan? The Bridge of Japan? 日本橋ですね。So this was a very important place for Edo foods. Many people would come to sell food to Edo Castle. And they'd sell some food to people outside Edo Castle as well. 実はそれは、日本の有名な、築地市場など、豊洲の市場の由来ですね。その前は、日本橋には大きな市場がありました。日本食文化で非常に大事なところですね。And the Edo period, that was between 1603 and 1868, was a time when food became very important for the ordinary people living in Edo. At the start of the Edo period, people didn't have much money for restaurants, but from the Genroku period onward at the end of the 17th century, they had more time and money for that. And there was a wonderful food culture. This slide shows the Yaozen. It's a restaurant where people could order some of the best foods from around Edo. They had an upstairs room where they could invite geisha and have a party. And in the Edo period, there wasn't really a weekend like today. So if you want to have a party, you can have a food party and invite your friends, and that's your day off. Also, we know in the Edo period, writers like Matsuo Basho and Ihara Saikaku wrote about food. They thought food was an important part of life. Not a waste of time, not a waste of money, an important part of life and culture. So we know people in Edo had a positive view of food. In fact, Matsuo Basho seems to have been a cook himself, maybe. それではですね、こういう風なものは見たことありますでしょうか？英語で mind map と言います。よく授業で使いますけれども、私の授業で主にひらめきのために使いますけれども、メモを取るためにも使うことはできると思います。まずその真ん中の円形みたいなものね、そのサークルの真ん中のところに一番メインテーマを書いておいて、それから上と下の枝みたいなところにそれと関連することをメモしておくということですね。と、それは何かね、授業のテーマを紹介するところには、まず学生さんたちにね、自分の考えなどをまとめてもらうんですね。例えば、江戸フード、江戸の食文化といったら、どういうふうな食べ物を思い浮かべますか？ There's a little bit of a hint here in the picture. That's a picture of tempura, isn't it? A tempura stall. So, do you have any ideas? もし自分で考えてみたいと思いましたら、ちょっと動画を止めて考えてください。私は考えたところ、江戸フードといえば、まずはそば、寿司と佃煮を思い浮かべました。それは私ですけれども、他にはたくさんあります。でも、マインドマップはそういうふうに使いますので、何か論文などを書こうとするとか、発表の内容をまとめようとするときに、あるいは講義のメモを取るときに使えそうでしょうか？私の授業で基本的に使います。So, I'm going to talk about some of those three foods. The first one is sushi. And if I say sushi, maybe you think about tuna sushi or salmon sushi. But in the Edo period, people didn't really eat much tuna sushi. Maybe the first Edomae sushi was this, the
蒸しエビ。Why? You can get the 蒸しエビ in Tokyo Bay. 東京湾で取れますよね。Also, sushi was a fast food version of the original sushi. もともとの寿司でなんか麹などを作って、大変な作業でしたですけど、酢飯というものですね。シャリ、そのご飯に酢など、いろんなものをかけて、ちょっとファーストフードのバージョンにはなるんですね。So that's the Edomae sushi, usually with the nikan, the two pieces of sushi on a plate, and that would be a snack for an Edo worker, and very popular, especially in summer, not really in winter. That's Edomae sushi. So let's try a different type of 内容確認のアクティビティをやってみましょう。今回はリスニングですけれども、下の方からいろんな語彙があります。私の英語に聞き取って、適切なものをその空白に入れてみてください。Let's try, shall we? 握り寿司 is sushi shaped by hand. It was first made in Edo during the early 19th century. Edomae sushi usually means this nigiri-style sushi from Edo. Osaka sushi means sushi pressed in a box. Hako sushi or oshi sushi. Edomae sushi can also mean sushi made from seafood from the ocean in front of Edo. 皆さんできましたか？もしもう一回聞きたかったら、ぜひ、動画をちょっと巻き戻してもう一回聞いてください。今回もう一回読みますけれども、今回は早く読みます。握り寿司 is sushi shaped by hand. It was first made in Edo during the early 19th century. Edomae sushi usually means this nigiri-style sushi from Edo. Osaka sushi means sushi pressed in a box, hako sushi or oshi sushi. Edomae sushi can also mean sushi made from seafood from the ocean in front of Edo. じゃあ答えを確認しましょう。皆さんできましたか？ちょっと簡単かもしれませんですけれども、その内容をきちんとね、聞き取ることは大事ので、こういうふうなアクティビティを授業に取り入れております。基本的にですね、江戸前寿司、つまり江戸の寿司と大阪、関西の寿司は基本的に違うもの、という話でしたですね。だから日本の代表的な食文化、寿司といえば、大阪に行けば全然違うものは出てきましたはずですね。江戸期には。10代の頃から文化や語学に興味がありまして、それから学部の時代で宗教など哲学を勉強してて、主に西洋の宗教と哲学でしたですけれども、東洋哲学など宗教などについて興味を持つようになりまして、大学院に入ってからいろんな理論など研究方法について学びましたですけれども、そういうふうな理論や研究法は本当にグローバルでもどんな文化にも当てはめることはできるかどうかは疑問をするようになりました。例えば中世という概念がありますけれども、国によってその定義は違います。そういうふうな違いがいろいろありますので、やっぱり比較思想など食文化をちゃんと理解しないといけないと思いました。Okay, the next subject is Soba. This was the Edoko's favorite. In Kansai, of course, they liked udon better. How about you? Actually, though, soba noodles, 麺としてのsoba
that didn't really start in Edo. If you look at the historical materials, the first record of soba kiri in Japan is found in this temple, the Jōshōji Temple Records, Butsudenji Kiroku, from 1574. その前は、日本人はね、蕎麦を蕎麦がきとして食べること多かったですけれども、その蕎麦切り、つまり麺になった蕎麦、それはですね、16世紀の終わりぐらいには出てくるですけれども、江戸で大人気になるんですが、やっぱりね、今の、長野、プリフェクチャーって始まったんですね。資料的にはね。Okay. So can anyone guess about this picture? This is quite a difficult one. Can you see the tree or the bush in the right of the picture? Bush は日本語で何でしょう？やぶですね。やぶ。やぶとそばは多分関係ありますね。江戸のそば。やぶそばは名店ですよね。だからやぶそばという店ですけれども、江戸期の時らしいですね。Okay, so this quiz is a very, very simple quiz. And the question is simply, where was soba most popular? Kanto, Kansai, Kyushu, or Hokkaido? Of course. What do you think? It's Kanto, of course. But this sort of quiz question I don't make.The students make the quiz question. 学生さんはこういうふうなクイズクエスチョンを作って、グループで、お互いにね、クエスチョンタイムを行います。それは結構人気ですけれども、簡単と思われますけれども、間違う人もいる場合があります。Okay. So Edo period home menus were very, very simple. Very often, people ate rice.with hot tofu in broth, yudofu, fresh tofu, hiyayako, or tsukudani. So I'm going to talk about the history of tsukudani, which has a very close connection with Edo, and also a little with Kansai. It starts in Kansai and finishes in Kanto. So tsukudani, have you tried it?It's very nice with rice. If you're going to eat a lot of rice, then tsukudani is a good side dish. Maybe you know about this incident. 本能寺事件ですね。かわいそうに織田信長は切腹しているところです。In 1582, Akechi Mitsuhide attacked Oda Nobunaga at Honnoji Temple in Kyoto. Tokugawa Ieyasu was nearby in Osaka. He had to escape. So, the big boss of Kanto, Mr. Tokugawa, has to escape from Kansai. What's the connection with food? Well, Ieyasu escaped because the fishermen of Setsu Kunitsuku village near Osaka helped him. Okay? Look at the kanji for Kunitsuku. Tsuku is the tsukudani tsuku. The ninben and the ta thing. When he became shogun, Ieyasu brought the fishermen from Setsu Kunitsuku village to Edo. He called their island Tsukudajima after their village, Tsuku, using the character Tsuku. Ieyasu needed fishermen, but also he wanted to say thank you for helping me. So he gave them the island to live on. And they moved from Kansai to Edo. The fishermen made seafood boiled in soy sauce. This was called tsukudani. 実は天気が悪いとか嵐が来るときに魚釣りに行けませんので、保存食が必要でした。
それで佃煮を作ることになりました。でも他のどこもね、そういう美味しい醤油味のものが欲しかったので、江戸の名物の一つになりました。So here's a simple question again, and you can see 3 shogun there. The big guy on the left of the slide, of course, that's Oda Nobunaga. The smaller man in the colorful yoroi, colorful armor, that's Toyotomi Hideyoshi. And 東照大権現として神格化している素晴らしい方は徳川家康ですね。Okay? 狛犬などありますね。まるでお神社で安置されている姿ですね。But which of those 3 shoguns had the closest connection to tsukudani? Oda, Toyotomi, or Tokugawa? What do you think? You can pause and think. Of course, it's Tokugawa Ieyasu. All right. Well done. So, comparative thought and culture. It's interesting and it's useful. You can learn English and also learn in English. 英語を学ぶだけではなくて、英語で学ぶという目的があります。Interesting と useful ですけれども、教育として、そういうふうなアクティブラーニングを取り入れるといかがでしょうか。もし他の面白いアクティブラーニングなどありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。やっぱり夢中になるときには、研究の成果を論文としてまとめているときですね。やっぱり、自分の論点をどういうふうに表現するなどを考え込んでいるときに、やっぱり夢中になるんですね。その時に、やっぱり最後にどういうふうなことを考えてたとか、今後の課題はどういうふうになるなど、いろんなアイディアが出てくるので、論文を書いているときに、まさにね、朝起きて、研究のアイディアなどいろんなものが溢れてきますので、文字通りの意味で夢中ですね。もう一つの時はやっぱり、長い翻訳をしている時に、着手していない時でも、翻訳の表現など内容について考えますので、本当に夢中になることが多いですね。